回のレビュー機はエアクラフトジャパン様から購入させていただきました。こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日のレビューは E フライトから発売された UMX シーラス SR22T BNF をお送りします。本機は米シーラス社が製造する SR22T を原型にスケール化した機体で、同社のオフィシャルライセンスを取得した正規のスケールレプリカです。実機である SR22T は単発レシプロ機で、最大搭乗者数は4名という小型の航空機。その機体はとてもユニークで、航空機の安全性を再定義するというビジョンのもと、機体にパラシュートを備え、万が一のトラブルにも安心を謳っています。そんなの、パラシュート背負って乗れば一緒じゃん。と、不幸にも気づいてしまったあなた。一度スカイダイビングやってから言いましょう。実は SR シリーズのパラシュートは乗客や搭乗員が装着するための装備ではなく、機体そのものをパラシュートで不時着させるというための装備。この奇想天外な手法でアメリカ航空局の認証を勝ち取ってしまった航空機なのです。そんなシーラス社の奇想天外機 SR22 をスケールベースとした本機は、残念ながらパラシュートこそ装備はしていませんが、そのモデリングはオフィシャルレプリカの名に恥じない精巧なスケーリング。継ぎ目のないバブルキャノピーや、ステアリング可能な前輪。主翼先端のナビゲーションライト LED に加え、オフィシャルの塗装パターンと細部に至って妥協なく再現されていて、飾っておいても見栄えのするモデルとなっています。かっこいいですね。サーボ動作テスト。搭載されるサーボはスペクトラム社製のマイクロストレートサーボで、動作速度、分解能、ニュートラルセンターの誤差など、どれもマイクロ機では秀逸。エルロンサーボはオフセットタイプが使われていて、跳ね上げ側が大きくなっており、ロールレートを確保しつつ軸ずれを抑制する飛行特性に合わせ考え抜かれた装備。ジャイロテスト。搭載されるジャイロは長年にわたり E フライトが培ってきた AS3X。加えて本機はセーフを搭載し、機体の水平回復や傾斜制限も実現しています。セーフモード時は水平状態を起点とする強いロック志向のジャイロとして動作し、操縦には普通に応答しますが、傾斜角制限を超えると操作を無視して介入します。AS3X ジャイロは加速度検出による瞬時補正をポリシーとするシステムで、ゆっくりとした姿勢変化には鈍く、素早い変化には強く機敏に応答することで、パイロットの感覚を阻害しない優秀なジャイロです。ちなみに、工場出荷状態ではセーフ機能は使えず、このように機能を有効化します。これは4チャン送信対応のため、初期状態では制限のない状態での出荷なのでしょう。ズーム、セーフ切り替えチャンネルのない低価格送信機ほどビギナーが使ってると思うんだけど。スペック。重量は実測で 108g、サイズ感に比べて軽量ですね。さて、飛行テストへ、と行きたいところですが、箱出し後、リンケージ調整をしながら気づいちゃいましたが、車輪がちゃんと回らない。いえ、回らないのではなく、車輪を格納するパンツに接触して、強いブレーキになってしまっているのです。これでは、滑走離陸も甲板着陸もままなりません。というわけで、身近な素材で回収しちゃいましょう。まずは、556やエアダスターなどのスプレーの噴射チューブを切り取って、
1.5 から2ミリほどの厚みに成形して樹脂製ワッシャーを作ります。その一辺に切り込みを入れ、さらに切り口を三角形に削ってスペーサーの完成。車軸にスペーサーの切り込みから上手にはめ込んで作業終了。タイヤが車軸のどちらによってもパンツと接触せずにスルスル回りますね。飛行テスト。滑走離陸、ちょっとアップ引きすぎた。箱出し後、リンケージ調整だけの初飛行です。最初なので、セーフオンで飛行させていますが、傾斜制限がかかっているので、ラザーもエルロンも切り切っても巻き込みません。速度さえ維持していれば、高度変化もないので、まるでラジコンカーを操縦しているような感覚です。ちょっと下向くかな。さて、トリム調整をやっちゃいましょう。箱出しした時、リンケージが妙にエレベーターアップの設定だったので、辛い位にしちゃいましたが、これは意味があっての初期設定だったようです。かなりエレベータートリムをアップに入れる羽目になりました。セーフオフにしても、トリム値は有効かなというわけで、3D モードにポチッとな。おっと、スロットルカットだった。危ない。問題なさそうなので、ループから試します。モードです。まずループを試します。いいですね。もう一回ループ。パワー感は十分。連続ループでも余裕ですね。次はロールを試してみます。次はロール試します。ロール、ゆっくりとしたロールですね。ロールレートはゆっくりだな。あ、デュアルレートがローレートだった。ハイレートでもう一度ループから試します。ロール。いい感じですね。いいですね。問題ないですね。ちょっと、高度は失うんですけど、このぐらいなの問題ないでしょう。背面。タイムも全然問題ないです。そのまま8の G。8の下と全然余裕ですよ。そろそろ時間なので着陸態勢に入りながら低速時の失速特性も探りたいと思います。最後に翼端失速したぞー。おそらくエレベーターアップの初期設定が向かい角を大きくしてて、そのせいで失速特性を悪くしてるんだな。飛行テスト2回滑走離陸がむっちゃ楽。セーフに任せてフルアップで滑走し、浮き上がったらエレベータスティックから手を離すだけ。次なるテストは意図的に落下させて途中でセーフオンにしてみましょう。落下、セーフオン。ちなみにオンの瞬間エレベータースティックには触れてません。背面、落下、セーフオン。もう一度。今度は切りもみで落下、セーフ、オン。なるほど。ただ、
素晴らしいけど、スロットルは上げてくれないので、パワーは自分で上げましょう。さて、セーフオンのままスローフライして、もう一度失速特性を探ります。おー、いいですね。こんなゆっくりとした。なかなか優秀。ハンドキャッチもできそうな速度でも失速しません。視翼が長いんで全然問題ないですね。失速させてみましょう。ちょっと高いところから。じゃあ、失速させてみましょう。ああ、失速してる、失速してる。なるほど、このぐらいだと思うセーフオンでも失速させると大きく姿勢を崩しますね。なかなか優秀なセーフ機能ですが、過信は禁物ということですね。でも大変優秀です。ジャイロも優秀です。さらに、滑空性能を試します。滑空してもほとんど滑空中です。わずかにダウンを当てるだけで、まるでグライダーのように滑空できます。じゃあちょっと最高速に乗せて、最後のテストは、ナイフエッジ。ナイフエッジとかできるか試します。落ちる。落ちてっちゃいますね。ダメですね。ラダーの大きさから言っても、ナイフエッジは無理なんですね。しょうがないですね。わあ、バッテリーが冷えた。電圧効果でオートカットが発動してます。電池のせいでオートカットが起きてますね。しょうがないのでもう着陸させようと思います。着陸させます。電池がいまいちなんですね。あ、失敗。ちょっと遅すぎて失速しちゃった。ダメじゃん。もう一回。なんであそこで左にふわっと向くんだろうな。風の通り道か。あんまり。あっと接触したよ。